エモエモ。こんにちは、えもこです。なんと iPad Air に大画面の13インチが追加されました。13インチは今まで高いプロを買うしかなかったので、お絵かきに使いやすい大画面の iPad が安く買えるようになったのは嬉しいです。さらに今回はペンもプロと同じ新型のペンが使えて、プロより9万円も安いのにプロと同じくらい使いやすそうなので、今回は一緒に出た新型 iPad Pro とも比較しながら、いいところ、気になるところを詳しくレビューしてみたいと思います。それでは早速開封していきましょう。付属品は電源アダプター、ケーブル、説明書です。本体のカラーバリは4色でブルーを選んでみました。彩度低めの落ち着いた色で普通の iPad よりも大人っぽい感じです。Air は11インチと13インチが選べますが、今回は13インチの方をレビューします。見た目は一つ前のプロとほとんど一緒ですが、前のプロよりも薄く 65g くらい軽くなっていて、インカメラが上から横に移動していたり、セルラーモデルは物理 SIM から eSIM に変わったようです。ロック解除は電源ボタンの指紋認証です。電源ボタンを押すとそのまま指紋認証されてホーム画面が出ますが、ボタンの故障が心配な人は画面をタップしてスリープ解除後にボタンに指を置くだけでも認証されます。プロは顔認証なので画面をタップするだけで顔認証してくれますが、その後に画面下からスワイプしないとホーム画面が出ないので、ロック解除にかかる時間はAirもプロも一緒くらいです。画面の発色もプロと同じくらい綺麗だと思います。公式機で発色が綺麗なのでイラストやデザイン用途にも使いやすそうです。ただ Air の画面はプロの OLED やミニ LED と違って普通の液晶なので、バックライトで黒いところが少し白っぽく見えたり、暗い部分のディティールが少し潰れて見えます。あと Air は輝度がプロよりも低いので、明るいところだと画面を最大まで明るくしても白いキャンバスが少し暗く見えるので、発色は同じくらい綺麗だけど、明暗のコントラストはプロの方が綺麗です。プロはリファレンスモードでホワイトポイントや輝度も調整できるので、写真のレタッチや動画のカラーグレーディングなどを正確にやりたい人はプロの方が良さそうです。ただパッと見はどちらも綺麗で違いがわからないので、ほとんどの人は Air でも気にならないと思います。プロと違うところは他にもあって、スピーカーがプロよりも2つ少ないので、同じ音量でもプロの方が大きくはっきり聞こえたり、 USB-C の速度もプロの方が速いので、外部ストレージをつないで作業したい人はプロの方がやりやすそうです。ただ Air もそこそこ速いので、たまに外部ストレージにファイルを移すくらいならあまり気にならないと思います。次はアプリの動きをチェックしてみます。新型プロは最新の M4 チップで、新型エアーは2つ前の M2 チップなので、ベンチマークで性能を測ってみると、プロの方が 1.5 倍くらい高性能ですが、お絵かきアプリで絵を描いたり、ブラウザで調べ物をするくらいだとほとんど違いが分かりませんでした。お絵かきアプリで重い筆を使ったり、ゲームを最高画質で遊んだり、動画の書き出しの時間を比べると、新型プロの方がスムーズに動きますが、そのくらい重たい作業をしないと違いがわからなかったので、ほとんどの人は Air でも快適に使えると思います。ただ Air は画面の描画速度がプロよりも遅いので、ブラウザのスクロールや動きの速いゲームはプロの方が残像やカクつきが少なくてスムーズに動いているように見えます。最近はスマホもタブレットも描画速度が速いのが当たり前になってきたので、それに慣れている人は気になるかもしれません。なので店頭でプロと Air の画面を見比べてみるのをおすすめします。今のところほとんどのアプリが Air でも快適に使えて、体感できる違いが画面の綺麗さくらいなので、そこに9万円多く払いたくない人は Air の方がいいと思います。プロはせっかく高性能なのに、それを活かせる機能やアプリが少なくてもったいないですが、6月の発表会でプロの性能を活かした新機能が発表されると思うので、プロと Air で迷っている人はそれを見てから決めるのが良さそうです。次はペンの書き心地をチェックしてみます。新型 Air はプロと同じ最新の Apple Pencil Pro が使えるので、Air とプロで書き心地に差が出るのか書き比べてみます。新機能のペンを回して筆の形を変えられるバレルロールや、ペンを押してツールを表示するスクイーズ、振動フィードバックや探す機能は Air でも同じように使えます。スクイーズは画面端までペンを移動しなくてもツールを切り替えられて便利ですが、絵描きの人がよくやるグーで握る
るような持ち方だとたまにスクイーズが誤作動して勝手にツールが表示されてしまいます。なので設定アプリで感度を下げて強く押さないとツールが出ないようにしました。バレルロールは漫画系のイラストでよく使う丸いブラシだとペンをいくら回しても丸は丸なので私はあまり使わないと思いますが、アート系の絵などで絵や文字を直感的に描きたい時に使うと楽しそうです。ペンの書き心地はエアーもプロもほとんど一緒で、筆圧と傾きで線の太さや濃さを調整できたり、ペンを浮かせたままカーソル操作できるホバー機能も同じように使えました。今回からペンの影が表示されるようになったので、ホバー機能だとカーソルが見えないようなすごく細い筆を使っている時もペン先の位置が分かりやすくなったのはいいと思います。線をゆっくりと斜めに描くと線が波打つようなジッターが少し発生しますが、前のペンよりも少なくなっている気がします。エアーの画面はプロと同じフルラミネーションで液晶が奥にへこんでいないので、ペン先と液晶の間の隙間がほとんどなくて、ちゃんとペン先から線が引かれているように見えて描きやすいです。一番安い無印の iPad は画面が結構へこんで見えるので、絵を描くときはエアーやプロの方が描きやすいと思います。プロは画面のへこみ具合がエアーよりもさらに少なくて、画面と縁の境界がわからないのがすごいですが、よく見ないとわからないくらいの違いでどちらも描きやすいと思います。ただエアーは画面の描画速度がプロよりも遅いので、ペンを早く動かした時にプロよりもほんの少し遅れて描かれるような感じがあります。エアーの描画速度はパソコンの液タブと同じくらいなので、私はそんなに気にならないですが、プロになれると気になる人もいるみたいなので、店頭で書き比べてみるのをおすすめします。新しいペンの新機能はまだほとんどの追いかけアプリで動かないので、アプリがアップデートされて新しいペンに対応したら改めてペンの書き心地をチェックしてみたいと思います。よかったらチャンネル登録してお待ちください。Apple Pencil Pro は2万円くらいして高すぎるので、筆圧感知がいらない人やペンをあまり使わない人は USB-C の Apple Pencil や3000円くらいの安いペンで十分だと思います。そこにペンのレビュー動画をいろいろ出しているので、安いペンの書き心地が気になる人は見てみてください。ストレージは 128GB から 1TB まで選べますが、私はいつも 100GB くらいしか使わないので 128GB を選びました。ゲームをあまりやらない人なら一番安い 128GB でもすぐに容量不足にならないと思いますが、最近のゲームアプリは 50GB くらい必要なものもあるので、ゲームをたくさん遊びたい人はもう少し多めにした方がいいと思います。私は新型エアーと同じ M2 の iPad Pro を2年くらい使っていますが、今のところアプリの動きが遅くなったり止まったりすることがないので、ほとんどの人は同じ M2 の新型エアーでも十分だと思います。エアーは Procreate でレイヤーを183枚使えるので、普通に絵を描くだけならエアーで十分だと思いますが、それ以上の作業をやりたい人はメモリの多い 1TB 以上のプロか高性能なパソコンを買うのが良さそうです。一つだけ残念なのは画面の描画速度が遅いままなところです。そこがプロと同じになるとプロが売れなくなりそうなので差別化のためだと思いますが、画面が大きいと遅延も目立ちやすいので、そこもプロと同じにしてくれたらよかったです。とはいえ今まで13インチは高いプロを買うしかなかったので、大画面の iPad が買いやすくなったのはすごく嬉しいです。円安の影響で今までのエアーのような割安感はなくなってしまいましたが、プロより9万円も安いのにほとんどのアプリがプロと同じように使えるし、プロと同じ最新のペンにも対応していて、とても完成度の高い iPad だと思うので、大画面の iPad が気になっている人はよかったら参考にしてみてください。別の動画で新型プロも詳しくレビューしているので、プロが気になる人はそちらも見てみてください。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵描き関連の動画を投稿しています。この動画が参考になった人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。